わりの活動だから言い残すことはもう堂々と言い残してから、行っちゃおうと。だからね今日多分ね僕が愛機を伝授する最後のチャンスです。じゃあもうちょっとやってもらっていい？遠すぎて言語が全然さすがに結構すごいよし、じゃあもう撮ってる？うん撮ってる。じゃあお願いします。カンナすいません。お願いします。よっしゃまずこんにちは、空手家動きです。今回も、ブーツを生かした独自のスタイルで、誰でも何歳からでも強くなれるをコンセプトに、誰強道場を伝えしている菊野勝則先生と、一緒にお願いします。よろしくお願いします。あとですね、今回はなんともう一方ゲストで、入っていただくんですけど、実は以前、前田明さんから纐纈君も一回ぜひ会ってみた方がいいよって言われてる方だったんですが、機会があれば会ってみたいと思ったんですけど、そのどうコンタクトしてはいいかちょっと僕も分かんなかった時に、まさか菊野先生がコラボされてて、これは紹介していただきたいということで、今回その菊野先生にご紹介いただく形で、今回ご出演いただくことになったんですけれども、もともと合気道の、大東流合気、柔術の総藩の佐川先生の直弟子でですね、今は、観光寺流新法観光寺流、柔術の創始で、いらっしゃる安江邦夫先生です。すいません、よろしくお願いします。すいません、今日は。いや光栄です。よろしくお願いします。お願いします。それはありがとうございます。今回前日お二方が名古屋でちょうどされているですね。僕はね月に一度名古屋道場があるので来てたんですよ。で大抵日帰りするんですけど、昨日は新年会があって名古屋に泊まってた。でじゃあちょうどいいから次の月曜日にお願いしますということで、そしたら菊野さんも次の大会がいやよかったですね。ちょうどドンピシャのタイミングで、これはということでここにさせていただいて、いや実はね、だからね、今日お二人にね、纐纈さんと菊野さんに声かけていただいて、さあ一体どうなるかなと思って、で僕あんまり人の YouTube とか見ないんですけど、菊野さんについては昔から存じ上げてるから、でも纐纈さん初めてだったので。ちょっとネットで見たら、すごいやんこの人と思ってちょっとずっと拝見してて、世界選手権3連覇でずっとその戦いぶりをずっと拝見してて、これすごいなと。でついでにその前後にやっぱ菊野さんの巌流島のあれが出てて、すごいやんって。すいません、今までいい僕の道場とかにも僕に、ぜひ合気とか教えてくださいと言って来られる方、かなり初心者が多いんですよ。初心者って意味は武道の格闘技の初心者。体を鍛える前、それからいろんな経験をして、格闘の、いろんな理解を進めてる前の人が合気をすぐ教えてくれと困るんですよ。いや、まずは自分の体鍛えて経験積んでいろんなことを考えてそれからやると。でももう真っ先に楽そうだし簡単にできそうだからっていう。でもね、今回そうじゃないんですよ。合気っていうのはもともと乙女技で、例えば、宮家の天皇で言えば天皇家で言えば皇太子殿下とか、江戸幕府で言えば若様、次の将軍になるような人、その人が柳生の達人とかさまざまな武芸の先生方について、さっき言ったようないかにして体を上手に使うとか、そういうのを全部教わって身につけた後に、さらにそれでも大変なような相手が来た時に、
技なのに、それをね最初から身につけようと言われる人が特に最近多い。ロマンがありますね。でもそうじゃないんだと言ってもなかなか分かってくれないし、それ言ってるとね出し惜しみしてるだからね、僕もあんまり初心者とかあれが普通の方々、ね、には教えたくないし、それよりもねお二人のような方とかこの前の北川さんとかああいうもう本当に一派を成して築き上げたような方のレベルになったら愛機というものを学ぶ意味があると。もう本当にねこういうお二人のレベルになってから愛機というものをちょっとやってみようかとか探求してみようかと思ってください。そこになるまでの方がやるものじゃないんですよ。僕これをねまずは皆さんにお伝えしたかったんだけど、なかなかいいタイミングだけど、今回はそうだお二人に挟まれるんだからこれを言い残す僕今就活してるんです。終わりの活動もうそろそろ僕もねこう見えてもう73になっちゃったからそんなにもう長くないと思うんですよ。だから言い残すことはもう堂々と言い残してからやっちゃおうと思ってますので、今日はね本当にそのいいきっかけで本当にいいきっかけをありがとうございます。ですから愛機というものを、ね、身につけたい学びたいと思われる方多いと思うんですけど、なんとなく楽にできるし、僕のようにねひょろひょろした人間がでさえ使えてると、でもねそれ違うんですよ。僕だって若い頃頑張ってたんだから2人のように、そこまでは行きませんでした。時間の健康を毎週土曜日そうですね。ということで今日はねそういうことなので、オーケットさん、天気君さんのチャンネルをお借りして、愛機というものをどのようにしてやるのかとか説明しますが、初心者の方とかあるいはもう、例えば10年とか15年ぐらい結構積んでた方が真似されても構いませんけども、それは違いますよと。もう本当にね20年やって道場を構えるとか立派を構えるようになってからふと思い出してやってくださった方が僕としても嬉しいですしすぐ身につきますし、この前あそこ田村とかやつ呼ばれて行って、僕社長さんとね対談するだけだと思って行ったらちょっと何ですかとか言って、やらなきゃいけないためになってやって、そしたらね社長さんも部長さんもそれから社員さんもすぐできるんですよ。この人はなんでかなと思って後で聞いたら習志野空挺団にいらっしゃった方とか埼玉県警のサットだった方とか、そういうふうにも体ができて精神面も鍛え上げてる方だったらもうすぐその場で身につけていただけたと。これが本当の愛機というものの伝授の仕方だなということが分かったんですよ。だからね今日多分ね僕が愛機を伝授する最後のチャンスです。いやお二人にこれが最後。もういやお二人以上の方来たらそれを知りますけど、お二人倒してから来てください。ということでね、本当に愛機っていうのはそういうもんだと。もう格闘技武道の頂上に近い方々がその上で身につけていただく。ですぐに身につきますし、でかつね、これお二人にお願い、この前ちらっと僕言いましたけどね、これからの世の中、日本でもこの前奈良の駅前
そういう時に菊野さんの組織の若い人、大家さんの道場の若い人たちが行ってみんなの子供を守る、ね、特に大家さん空手教室で子供たちもね教えてるでしょ。あれ大事なんですよ。子供たちだって空手習って大人に対してどうのこうのじゃなくて精神的に強くなるから、そういう時に逃げて警察官とかに助けを求める気持ちが出るんですよね。だからお二人がね、これから、そういう世の中を裏で助けてバックアップしていってくれる、ね、人材を育てなきゃいけない。日本がね、津波とか地震とかそういうことで、住みにくくなった時にどうやってみんなが避難して避難場所を確保して、そういう避難をしている場所でやっぱり無茶な大人がもう、ね、声だけ荒げて自分たちのグループだけが意味をして他の人を排除する、そういうことがあっちゃいけないので、そういうところにそれぞれのお弟子さんとかがいらっしゃれば、ちゃんと治安を守って、みんなが平等に安心して避難できる場所を確保できる。だから施設警察、施設自衛官、だからそういうことができる方はやっぱり日頃格闘技とか空手とか武術を修行していただきたいと。でその上でやるんですけど、そういう方々を指導するお立場の方は、ね、若い人がどんどんのし上がってきて、でだんだん年取っていくと物理的な、ね、力ではかなわなくなってしまう。でそこをね、精神論だけでは抑えられない。でそういう人が声を荒げる側に行っちゃったら困るので、そういうところをなんとか抑えておくのが大気という、天皇とか、徳川家の将軍のように上に立って荒くれ者を抑えるお立場の人については大気というものをぜひ学んでいただいてというのがもう僕の今まで絶対口に出さなかったあん中でしまってたことなんですが、もうこの際このいい機会にもう公にしますので、そういうものが大気だということで、これからちょっとその辺をご覧になってください。国立真ん中橋がそうトップですね。実はもともと前田明さんのお話を聞いて、安井先生とぜひやった方がいいって言われて、その時におすすめされた書籍もあって、ちょっと今ここに持ってきたんですけど、この3冊シリーズで愛機解明、愛機流露で愛機神殿のこれがもともとフルコンタクト空手家の方が先生確かね、東塾かね、極真から分かったあそこの方で、2段だったから20人の抜きやられて、もう本当困ったんですよ。突然来られて俺もうボコボコにされるなというような、もう本当にね、今だから申し上げる、今天国で起こってるかもしれないけど血の気が無理の方で、この中にもそれがすごく書かれてて、血の気のすごい愛機なんてもうぐらいな感じで安井先生のところに行って、もう一回なんかもう彼の神戸にお住みだったから、新大阪梅田の紀ノ国屋書店に呼び出されてで行ったらちょっとその場所借りてあるからって言ってどっかまた電車乗って連れてかれて、もうその他もうこんな刑事さんに連れてかれる犯罪人みたいにして行って、でいろいろお前本に書いてあることをやってみろとか言って刑事さんみたいにもう本当にね大変な人でした。でも本当にいい方で、それがこんな合格ぐらい低く書いたってことですね。でその前田明さんがこれをねじっくり読み込まれて、先生それで前田明さん
はい、これがね、はい、もう身に余るお言葉をいただいて、はい、で今月も絶対読んだ方がいいよってお勧めされたので、もう買って読ませていただいて、でこの中に僕もこれで写真これちょっとこれスクショとか撮ってるんじゃないかな、多分これ見てもちょっとこれ正座してる状態の相手が割り箸で持ち上がるって、ちょっとこれもしかしたらこれちゃんとプリンターとかであれしてやらないとあれかなと思うんですけど、この写真見ても物理的にこんなこと起こるのかみたいな。だからね、これがね、分かる人が見たら、これが可能ということは、愛機っていうのはこういうものなんだなと分かっていただけるいいサンプルだと思って出したんですよ。そうで、この写真見る時点で、これはちょっと体験したいっていうので、今日はぜひちょっとこの中にあるのを、もうね、この頃ね、もう頂点になってて、もうでき始めた頃で、まだ原理も分かってないけど、とにかくこんな面白いことができるで、それやってたら、本山博先生っていう人間の瞑想状態で脳がどうなるかっていうのを脳波計使って当時世界で最初にそういうのを研究なさった先生が突然岡山の道場に訪ねてこられて「君ね、今のようなことやってたらそのうち死ぬよ」って言われて「なぜですか?」って言ったら「いや、君がそれができるのがここのチャクラのうちのここ、それからここを使ってるからだと。でそうすると太陽球を使ってると心臓発作で死ぬよと。それからここの脳のところの使ってると今なんか出血とか要するに脳出血で死ぬよと。だからそれやめなさいと。いや、やめなさいと言われてもこうやってみんな道場に訪ねてきてくれるんでって言って、じゃあせめてね月に7回ぐらいでしたけどちょっと食わないと分かんないですよそこら突っ込んでるみたいですね。ねえだからまあその辺はじゃあちょっとやってみましょう。割り箸持ってきてますね。もうだからね15年ぶりかな。じゃあその頃ね、僕も嬉しくってお座敷芸みたいにいろんなとこ行ってやってたんですよ。でそんなこと言われたからそれ以来やってなかったんだけど、久しぶりにちょっとやってみましょうか。7回まで。気分が悪いけど背中に乗ってくれる？菊野さん何キロ？僕80オーバーしてます。80と70キロ、まあ160だわ。はい、これで160あります。抜獣の原理や使用方法の具体例など分かりやすいように解説していけたらなと思います。ここからこれじゃあここで力入って打てないんで、ここに抜獣の理論をしたパンチをちょっと打ってみます。この感じですね。